アメリカ警察の銃撃戦かっこいい。いいな。俺も合法的に銃が使える職目指しちゃおっかな。立ちました。そういう職業は業務に身の危険を伴います。死亡フラグですよ。立ったぞ。だからこそ護身用に拳銃の所持が許されている。故に生存フラグじゃ。とはいえ気軽に目指すべき仕事ではないじゃろうな。そうですよ。モボさんはいつも軽率すぎます。反対されるとがぜんやりたくなるんだよな。よっしゃやったるで。ライトノベル発売中。警察官。俺の名はモブオ。街の平和を守る警察官だ。やっぱ最初に思いつくのは警察だよね。うわ、本当にやる気だ。どうなっても知らんぞ。ちなみに警察で拳銃を携帯してるのは俺みたいに制服を着たいわゆるおまわりさんだけなんだって。捜査一課の刑事さんたちは普段は携帯しないみたいですね。危険な任務の時だけ持つのじゃな。でもさ、支給されたのリボルバーなんだよ。刑事ドラマや西部劇でよく見るやつです。日本警察ではそれが主流じゃぞ。時代遅れじゃない？自動式拳銃の方が弾数が多くて球弾も速いのに。確かに海外では自動式拳銃が多いみたいですね。でもそれは犯罪者と銃撃戦になることを想定してのことですよ。日本で銃撃戦なんぞほぼ起こらんじゃろ。日本は銃規制がしっかりしてますから。ならば簡単な作りで壊れにくいリボルバーで十分じゃ。売ってりゃ何でもいいや。フラグちゃんすまない。街の平和のために死んでくれ。そんなおまわりさん嫌すぎます。待たんか。そもそも警察官はできる限り武器を使わないのが大前提じゃぞ。そうですよ。ましてや拳銃なんてめったに使わないはずです。ほとんどの警察官が一生使わないと言ってもいいくらいじゃろうな。それじゃ意味ないじゃん。俺は銃が撃ちたいだけなのに。そんな人がよく街の平和がどうのとか言えたもんですね。皇宮護衛官。俺の名はモブオ。皇居の警備や皇族の方々の護衛をする皇宮護衛官だ。てなわけで転職したよ。見切りが早いな。皇宮護衛官。警察庁の付属機関である皇宮警察本部に所属する官職ですね。警察官ではありませんが、警察官と同じ取り扱いで銃を持つことができます。採用されたらまず皇宮警察学校に入るんじゃろ。そういえばモボイさん、警察学校でも拳銃の訓練があったはずですよ。警察官にはなったんですから、銃を撃つ夢はもう叶ったのでは。訓練は訓練。現場で撃たなきゃ俺の野望が叶ったとは言えないのさ。ああ、はいはい、そうですか。皇宮警察学校にも拳銃訓練はあるのではないか。あるにはありますが、他にもまずは乗馬訓練。なるほど、護衛に牙が必要じゃからな。次は茶道。お茶？おい、ちゃんとせんか。貴様だけ背筋が曲がっておるぞ。そんなこと言ったってこれ護衛になんか関係ある？茶道を通じて皇室を守るにふさわしい品位を身につけるんですよ。品位のかけらもない貴様には最も必要な授業じゃな。あとは和歌や書道、英会話など幅広い分野を学びます。わっちゃ！自衛官。俺の名はモブオ。また転職した。このナレーション毎回いります？そろそろ飽きてきたな。じゃあ以下略。今度の職場は自衛隊か。自衛官も自衛隊法で武器の保有が認められていますね。銃の支給はまだかな。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 全然支給されないんだけど。いつもらえるの銃？自衛隊でも拳銃を所持できるのは一部の隊員だけです。持っているのは警察官的な役割をする警務官や階級が3位以上のいわゆる幹部自衛官じゃな。じゃあ出世しないと持てないってこと？そんなもん待てるかい。次。税関職員。知ってた？税関の人も銃を持てるんだよ。関税法に関する犯罪の捜査なんかも仕事じゃからな。危険な業務も含まれるからじゃろ。確かに税関職員は税関法第104条により銃の携帯が許可されてはいますが。さてちょっくら関税でも徴収してくっか。ちょっと桃尾さん、相変わらず人の話を聞かん男じゃな。あらあらそこちょろまかしてんじゃねえぞほら。すげえわかりやすいビジュアルのならず者。落ち着け。なんだってこっちには拳銃が。あれ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 、銃なんて持ってないじゃん。関税なんざ踏み倒してやる。てかあんた暴れん坊すぎない？いやー、おとなしくしろ。チキシェウ離せ。大丈夫ですか？怖かった。海上保安官か。法律で認められていても関税職員は実際には拳銃を携帯しないそうです。危険な時は銃を持っている警察官や海上保安官に来てもらうみたいですね。海上保安官。
ってことは海上保安官になれば銃が撃てるってことだよね。なっちゃいました。やっぱりそうきた。予想はしておった。海上保安官って海の警察だよね。簡単に言えばそうです。海上の事案であれば警察官とほぼ同等の権限を持っていて逮捕や拿捕ができます。お、海賊船だ。追い払わなきゃ拳銃の出番だぜ。また撃ちたいからって適当なこと言ってただの船でしょ。いや、あれは見るからに海賊船じゃな。うわー、いろんな意味でまずいやつ。よし、ついに実戦で撃つ時が来た。まず口頭で撃つぞと警告、次に上空に向け威嚇射撃、そして発砲。これが拳銃使用の順序なのさ。しっかりしてください。自分の撃った弾が空から落ちてきたんじゃな。そんなことあります？確率は極めて低いが実際にあり得る事故じゃ。そんな低い確率を引いてしまうなんて。ここでデッドエンド？落下する間に弾の威力は落ちる。死にはせんじゃろ。米軍基地の警備員。見てろよ、今度こそ銃ぶっ放してやるがんな。でもなんでただの警備員なのに銃が持てるんだろう。日本とアメリカが結んでいる日米地位協定によって米軍は拳銃の使用権を持っているんです。その関係で米軍が必要と判断すれば日本人従業員も勤務中に銃を持つことができるんじゃ。見てください。大変です。あの人たち喧嘩してますよ。白玉が入ってないフルーツポンチなんて。フルーツポンチじゃないべ。Oh no、 分かってないな。白玉はすぐ硬くなるからいらないだろ。分かってないのはお前だペン。フルーツポンチで喧嘩するお前らイカレポンチだぜ。内容は割と平和じゃな。よし来た。俺がこいつで仲裁してやら。あららららってなんでこうなるの。米軍には拳銃の使用権があるってさっき言ってたじゃん。だからといってやりたい放題発砲するやつがあるか。使用権はあっても違い法権ではないのじゃぞ。それに日本人警備員は国内法が適用ですから何かあれば日本の法律で裁かれます。オーマイガー。なぜだ、転職しても転職してもうまくいかない。求人サイトのバナー広告みたいなセリフ。動機が動機じゃからな。かくなる上はあれを使うしかない。最終奥義、タイムスリップだ。郵便配達員。やってきました。明治時代1873年から1949年までは郵便配達員も拳銃を持てたんだって。郵便配達員は日本で最初に拳銃の所持が許可された職業なんですよ。明治維新の動乱で社会的不安が高まっていたことが背景にありますね。現金書き留めや国の公文書を狙って郵便配達員が襲われることがあったからじゃな。日本狼もまだ絶滅していないので配達中に遭遇するかも。そんなの銃で撃退すれば平気平気とか言ってるうちに郵便配り終えちゃった。何事もなく済んでよかったではないか。そうですよ。せっかく明治時代まで来たのにつまんないの。昔の時代って現代と違っていろいろ緩そうだし、ちょっと撃っちゃおっかな。今は撃てないですよ。帰り道なので。え？そもそも郵便物の保護が目的で持っている銃なので配達が終わったら発砲は厳禁です。郵便配達員の拳銃所持と取り扱いには厳重な管理規則が定められている。貴様の考えるほど緩くはないということじゃ。発砲した場合は司法の捜査も入りますし、たとえ強盗にあっても警察に撃ってはいけないんです。そんな持ってても撃てないんじゃ現代と大して変わんないじゃん。山賊と狼、よりによってこのタイミング。現金書き留め持ってんだろ。よこしいな。待って待って待って。やはりこうなるか。欲望のままに生きるのは死亡フラグです。モブをデッドエンド。皆さん静粛に。どうした死亡フラグ。何か重要な話かな。はい、今日はプロット学園祭について大事な発表をします。一体どんな発表なのかしら。まずはプロット学園祭限定のグッズ販売の発表です。学校とかで普段使いできそうなグッズが盛りだくさんだね。それだけじゃなくてどれもとっても可愛いわよ。そうじゃな。こうなるとどれを買えばよいか迷ってしまうな。そういう時は迷わず全部買えばいいと思います。次に私たちの展示内容を紹介します。僕たちはバンドステージの展示をやるんだよね。ちなみに抵抗ペンギンは屋台で、今月のカレコレは喫茶店を用意しているみたい。どれも楽しみじゃな。先に言わないでください。
ごめん。そういえば MV の先行公開もあるんだよね。だから全力回避フラグちゃんと今月のカレコレではポップアップ限定で MV の先行放送もあるわ。頑張って準備したのじゃ。みんな楽しみにしておれよ。皆さんわざとやってるんですか？だくもう気を取り直して。ポップアップはこちらの日程で開催します。チケットも絶賛販売中なので皆さんと会えるのを楽しみに待ってますね。ペンギンさんやカレコレの皆さんとも一緒に頑張って準備をしているのでプロット学園祭に遊びに来てね。全力回避フラグちゃんライトノベルも発売中です。概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。